このゴム白くしたいな。そんな時はウレヒロ、この金属赤くしたいな。そんな時もウレヒロ、グニグニしても大丈夫。ウレヒロ、潰してもひび割れない。ウレヒロ。はい。本当かよ。はい、地球道家南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回紹介する塗料はこちら前にね並んでいるウレヒーロというシリーズなんですけども、こちらですね SNS で話題の柔軟性塗料ということで、すごいね伸びるんですよ。すごいでしょこれね。そうですね。めっちゃ伸びるんですよ。ミョーンつって言って、この塗料なんですけど実はウレタン塗料なんですね。硬化剤を必要とする2液性ではなく1液性の塗料になっております。他には水を弾くとかね、あと筆塗りにも向いているということで、ソフビって結構色弾きやすいじゃないですか。それが塗れるよっていうので結構 SNS でもね話題になっているという塗料で、地球堂でしっかりね仕入れさせてもらってるんですよ。売れてまして、今回全色ないんですけど、いろいろね紹介できたらと思ってます。あといろんな素材に強力密着すると、その素材がね本当に種類が多くて1個ずつちょっと紹介できたらと思うんですけど、まずゴムに塗装できます。素材が SBR、 小学校の時にね履いてた長靴とか、あれを可愛くこう筆塗りでねうさぎちゃん描いたりとかねできますよと。あと天然ゴム、だからヘアゴムとか輪ゴムですね。 EPDM だって。 EPDM、 手袋、使い捨てのねドアを止める時のドアストッパーみたいな、あれ EPDM らしいですよ。初めて聞いたな。で、あとニトリルゴム。ニトリルゴムはなんかほらあるじゃん、いろいろゴムパッキンとかなんかオーリングとかね、ああいうものにも塗装できるそうです。あとはウレタンゴムね。ウレタンゴムはねこの学習机のねマットとかね、こういったところに塗れます。他にはプラスチックですね。プラスチックなんですけど、これミニ四駆に使えるこのポリカボディとかね、あとペットボトル、あとはアクリル板とかね、模型を飾るケースとか、塗装できますよと。あと ABS ね、ミニ四駆のシャーシとかね、あとホイールとか、あれ結構色弾くんですよ。ミニ四駆のホイールってあれなんかかっこよく白色のホイールに青色塗るんだけど、走らせて帰ってきたらもう白に戻ってるみたいな結構剥がれやすいんですよね。あれにも塗れます。6ナイロンでいいんかな、数字の6にナイロンって言うんですけど、6ナイロンギアだって。だからギア、ミニ四駆のギアに塗れます。全く意味ないですけどミニ四駆には意味ないですけど、なんか歯車とかで使ってるギアに使えるそうですよ。そのギアの色でトルク調べてるのにね、色変えられたらたまたまじゃないって話なんですけどあとねポリウレタンってあれじゃない、服の素材とかじゃないあとはポリエステルとか、ポリエステルも服じゃない。あとは PVC の硬いもんと柔らかいもんいけるそうです。カバンだ。カバンに使えるそうですよ。ほらプールの時に持ってくああいうやつ、中身の水着バッチリ見えるやつね。なんか小学校の時使ってたな、そういえばね。あとビトンのカバンにも使えるそうです大丈夫かなあとは TPE も使い捨て手袋そうです。だから使い捨て手袋結構いろんな素材あるんだな。そうですねでこれにも使えると。あとは逆に PP とか PE はダメだそうで、 PP っていうとクリアファイルとかね。クリアファイルってもともとあれなんか塗装とか接着できない素材として開発されたんでしょ。ただなんかメーカーさん言ってたのが、クリアファイルに塗装してでそれを乾燥したら乾かして伸ばして遊ぶことができるって言ってたんで、なんかそういう多機表現とか使えるんじゃないなんならね。なんか使い方あるかもしれないですね。あとは PE か、なんだろう、灯油を入れるやつ。ポリタンクですよね。ポリタンクだ。そうポリタンクだ。それがダメだそうです。であとはプラスチック素材がプラモデルなんですけど、 PS って書いてある素材はその溶剤がちょっと強いので、溶けちゃう可能性があるから、例えばサーフェイサー吹いたりとか、なんかそういったことでフォローはできるけど、時間塗りはちょっと溶かす可能性があるよということだそうです。これちょっとねなんかシワシワになってるの分かりますかね。これがですねやっぱプラスチックが溶剤に負けてちょっとねシュワシュワとこうなっちゃってるんですよね。続きまして金属にも塗れるんですけども、鉄、ステンレス製とアルミ、あと銅、あと真鍮にも塗れます。でこれがですね缶スプレーで吹いただけなんですけど、すごくない？全然剥がれない。こう爪で思いっきり引っかいたら傷はつくんだけど剥がれたりしないんだよね。はい、その他としてあとガラスにも塗れます。あとは合成皮革か、レザーとかね、ああいうのもできてます。
あとは木材、発泡ウレタン、スポンジ。発泡ウレタンって結構ねジオラマ使えるんですよ。模型が爆発したシーンに使ったりとか、あとなんかシフォンケーキのデコスイーツ、ああいうちょっとこうムニムニしたようなね素材にも塗れるそうですよ。あとスポンジ塗れるのいいですね。食器用のねスポンジを塗れるってちょっとワクワクしますよね。まあ使えるかどうかは別としてね、スポンジ素材にも塗れると。ダメなのが発泡スチロールね、あれはなんか溶けちゃうらしいです。あとは皮って言ってもなんか爬虫類系はダメなんです。ヘビ皮とか、ああいうのはダメだそうです。と木材 OK って言ったんですけど、吸い込みの懸念はあると。木材も結構種類あるですもんね。だからそれは試してみてくださいねっていうことです。ほんとね、いろんな素材塗れますよね。それでですね、ウレヒーローの、瓶タイプから紹介していきたいと思うんですけれども、基本色が、本当に豊富でして、黒、白とかね、あとは青、赤、黄色とか基本色はもちろんのことなんですけど、これ面白いのがオキサイドレッドとかね、オーカーとか結構ミリタリー系の色もしっかりあるんですよね。で、うちのお店では結構売れちゃってるので、ホームページでね、いろいろチェックしてもらえたらと思うんですけども、他にはメタリック塗料とか、あとこういう蛍光塗料とかね、あとこのプリズムカラーとかね。プリズムカラーっていうのがもう変光塗料なんですけど、この瓶の底で見えますかね。こんな感じ、マジョーラと言いますか。ね、だから結構綺麗ですよね。青と紫でね。こちらのさっき紹介した塗料っていうのは、エアブラシの場合は専用の溶剤で、1対1から 1.2 ぐらい、ちょっと溶剤多いかなぐらいな感じで希釈して使ってもらったらと。そういった意味では他のラッカー系、模型のラッカー系塗料とか水性塗料とかと変わらないような使い方で楽しめますよと。でこれウレタン塗料なので、ウレタン塗料に限らずなんですけど、特に換気とかね、手袋とか、しっかり準備して塗装してもらえたらなと思っております。あとこちら光沢とか艶消しとかのクリア塗料もあるんですけど、こちらもなんと伸びます。はい、面白いですよね。艶出しした後にもちゃんと伸びるっていうね。こちら希釈しなくていいメッキシルバーとかメッキゴールドとかね、こちらも結構 SNS で噂になっておりまして、最も簡単にメッキにできるのはウレヒーローだってね、なんか評価されるぐらいメッキにしやすいそうです。だから下地が光沢であればあるほどメッキになるっていうのは変わらないんですけど、なんか他メーカーさんのなんならラッカー系のクリアの上から吹いてもちゃんとメッキになるそうですよ。あとですね、同じブラックとかホワイトでも艶消しとか光沢とかね、艶が調整されている塗料もあったりします。で筆塗りの場合はなんか溶剤は必要とあらば自分でお好みで希釈して伸ばして使ってくださいと。スポンジに染み込ませてトントントンって塗装することもできるし、結構筆だけじゃなくて、いろんなものにつけて塗装を楽しめるんじゃないかなっていう感じです。ウレヒーロースプレータイプもありまして、種類はそんなに多くないんですけども、赤とか青とか白黒と基本色も抑えつつ、あとメッキのね塗料とかもねあります。あとメタリックの塗料とかね、なんかシャンパンゴールドとかめっちゃ綺麗そうな感じはしますね。瓶タイプと違ってちょっと特有の匂いがきついので、特にね使う時は換気とかしっかりね注意して塗装してもらったらなと思います。というわけで今回紹介させてもらったのはウレヒーローシリーズなんですけども、本当にね使い勝手良さそうなんですよ。素材選ばないというところで、これ僕ね高校生の文化祭の時にこの塗料してたらめっちゃヒーローになれたんじゃないかなと思うんですけどね。なんかいろんな衣装とかもね、なんか劇団さんにもちょっとこれ売り込み行こうかな。なんか全然小道具作るお客さんいるんで、ちょっとこれ売り込みたいと思います。はい、あなたのことですよ。はい。そして注意事項としてはですね、その強力に密着すると言っているんですけども、やっぱりこの注意書きにもあるんですけども、ゴミとかね、油分とか、そういったサビとかね、ワックスとかそういうのはしっかりね、きれいに取ってから、きれいにした状態で塗装してください。あと、いっぺんに厚塗りするのも良くないので、薄くね、少しずつね、色をつけてあげてもらえたらと思います。あと、伸ばしたりとか曲げたりとか激しい動きをするときは3日以上乾かしてくださいと、ここに書いてますんでね。激しい動きをする場合は3日乾燥させてくださいって、なかなか面白い注意書きがあるんでね、ここら辺ね注意してもらって楽しくね塗装してもらえたらと思っております。はい、という感じで今日は終わりにしたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。ウレヒーローはい